導入。日本人はプライベートをなぜ語らないのか。こんにちは。今回のテーマは日本人の家庭観とプライベートについてです。日本で暮らしたり働いたりしているとふと気づくことがあります。あれ？この人、家族の話を全然しないな。週末何をしているかも知らないまま。仲良くなったと思ったのに、心の距離はまだ遠い気がする。仕事では笑顔で話してくれる。挨拶も丁寧。でも、プライベートなことになると、急に壁があるように感じる。そう思ったことはありませんか？なぜ日本人は私生活を話さないのか？これは日本人が冷たいからではありません。実は日本では家庭のこと、個人の考え、感情の表現はできるだけ外に出さない方がいいという文化が根強くあります。それはこういう価値観から来ています。プライベートな話は迷惑かもしれない。相手に気を使わせたくない。自分のことより相手の気分を優先したい。つまり、話さない優しさでもあるのです。この動画で何を学べるか？この動画では、日本人の家庭や私生活に対する考え方を7つのテーマで深く釣りしていきます。なぜ家族の話を職場でしないの？結婚に対するプレッシャーと価値観の変化、育児や家事は誰がするの？本音は？なぜ日本人は一人の時間が好きなの？友達との関係にも距離感がある？外国人と日本人の親密さの違いとは？本当に仲良くなるにはどうすればいい？日本人のパーソナルスペースの広さとそこにある温かさを優しく読み解いていきます。表面だけではわからない日本人の本音、職場や学校では礼儀正しくて優しい。でも、ふとした時に感じる孤独や距離感。それはきっと日本人の文化的な特徴と深く関係しています。でも、その仕組みがわかれば、なぜ距離を取るのかが見えてきて、どうすれば近づけるかも少しずつ分かってきます。知ることでつながるこの動画の目的は、日本人はこうだと決めつけることではありません。むしろ、なぜそう考えるのか？どうすればお互いに心地よくいられるのか？を一緒に考えることです。文化が違っても心はつながれる。そのための最初の一歩を今日この動画で踏み出していきましょう。第一章、なぜ日本人は家族のことをあまり話さないのか？日本で働いたり、学校に通ったりしていると、あることに気づく人が多いです。あの人、いつも優しいけど、家族のことは全然話さないな。結婚してるのか、子供がいるのかも知らない。週末何をしているのか、全くわからない。仲は良さそう。でも、なぜかプライベートな話になると、話がすっと終わってしまう。そう、日本では家族のことをあまり話さないものという空気があるのです。家庭個人の深い場所。日本では家庭の話は個人の深い部分と考えられています。だから職場や学校のような公共の場ではあまり話題にしません。例えば、子供が何歳かを聞かれると少し戸惑う。結婚してる？
とストレートに聞くのは失礼になる親の介護などの悩みも、よほど仲良くならないと言いづらい、これは秘密にしたいのではなく、あえて話さないマナーという感覚なのです。どうして家庭の話を避けるの？理由はいくつかありますが、よくあるのは以下のようなものです。1、相手に気を使わせたくない。自分の話をすると、相手も何か答えなきゃと思うかもしれない。子供がいない人、独身の人に対して無神経に聞こえるかもしれない。2、職場は職場、家庭は家庭と分けている。プライベートと仕事はしっかり切り分けたい。感情や個人の話を職場に持ち込みたくない。3、話すことで自分が弱く見えるのが嫌。家族の悩み、個人的な問題、大変そうと思われるのが不安。つまり、話さないことで関係を守るという考え方です。仲良くなる何でも話すではない？外国では仲良くなるためには、まず自分のことを話すという文化が一般的かもしれません。でも日本では大事なことほど時間をかけて少しずつ話す。言わなくてもなんとなく分かり合える関係が理想という価値観が強くあります。だから話さない信頼していないではなく、言葉にしなくても関係は作れるという静かな信念があるのです。外国人としてどう受け止めるか。日本人の同僚や友人が家庭のことをあまり話さなくても、それを冷たいとか壁を作っていると思わなくて大丈夫です。むしろそれはその人なりの距離の取り方であり、あなたとの関係を崩したくないからこそ慎重にしているのかもしれません。どうしたら少しずつ距離を縮められる？まずは自分から軽い話題で話してみる。週末どうだった？など、相手の反応をよく見て、深く聞きすぎない、時間をかけて信頼を築くことを大切にする。そして何より、話してくれたときは、ちゃんと聞くことが大切です。一度家庭の話をしてくれたなら、それはあなたに心を少し開いてくれた証拠です。まとめ、話さないは文化の表現。日本人が家庭のことを話さないのは、興味がないからでも拒絶しているからでもありません。それは相手への配慮、自分を守るための境界線、文化としての控えめな優しさ。そういう思いが重なった一つの生き方なのです。大切なのは、話してくれないと悲しむことではなく、そういう文化があると理解した上で、少しずつ近づくこと。それが日本で深い人間関係を築く第一歩になります。第2章、結婚観と家族に対する日本人の本音。外国人の目から見ると、日本人の結婚や家族への考え方は、少し不思議に思えることがあります。結婚したがらない人が多いのはなぜ？家族を持つことがプレッシャーに感じられている？普通の幸せがどこか重たく見える。そう、日本では近年、結婚当たり前、家庭幸せの形とは限らなくなってきています。この章では、日本人の結婚に対する価値観の変化や、家族に対するリアルな気持ちを見ていきましょう。昔は結婚して一人前だった。まず少し昔の日本では、
こういう考えが一般的でした。一人前の大人結婚して家庭を持っている男性正社員として働いて家族を養う。女性結婚したら家庭に入り子育てする。これが昭和マト価値観と呼ばれるものです。親や親戚からもそろそろ結婚しなきゃねと言われることが多く、特に女性にとっては25歳までに結婚が理想とされていました。でも今は価値観が大きく変わってきた最近の日本では、結婚人生の必須条件ではなくなってきています。仕事が楽しいから結婚しなくてもいい、経済的な不安があって結婚に踏み出せない自由な時間や自分の人生を優先したい。周りに結婚して後悔している人が多くて不安。そんな理由からあえて結婚しない人、または一人でも幸せに生きたいと思う人が増えています。日本の結婚に関するデータ、いくつかの最新データを見てみると、結婚年齢の平均は男性約31歳、女性約29歳、昔より約5歳遅い。生涯未婚率、50歳になっても一度も結婚しない人は、男性で約 28%、女性で約 18%、結婚したくない、無理してまで結婚しなくていいと答える若者が年々増加中。つまり、結婚常識という社会的プレッシャーは、少しずつ弱まってきているのです。家族安心とは限らない。日本では家族温かい場所、帰る場所というイメージがあります。でも現実には子どもの教育費や老後の不安、夫婦間の役割分担が不平等、親との関係や介護のプレッシャーなど、家庭を持つこと自体が大きなストレスの原因になることもあります。特に女性の場合、家事も育児も仕事もやる状況が多く、結婚負担が増えると感じる人も少なくありません。パートナーとの関係も多様に、また近年の日本では家族の形も多様化しています。結婚しないで同居するカップル、事実婚、法律上は結婚していないけど一緒に生活。子供を持たない選択をする夫婦、同性カップルや一人親家庭の増加。こうした変化から家族こうあるべきという考えが少しずつ壊れてきているのです。外国人としてどう向き合えばいい？日本人が結婚や家族について話すとき、どこか慎重だったり、はっきりしない印象を受けるかもしれません。でもそれは、まだ結婚してないことを恥ずかしく思っていたり、結婚してるけどうまくいっていないことを隠していたり、誰にも話してない本音を心の中に持っていたりするからかもしれません。だから外国人としては無理に質問しない、話してくれたときは否定せずに聞く。日本の家族観は多様でグレーであると理解することがとても大切です。まとめ、結婚も家族も自由に選ぶ時代。今の日本では結婚や家族に対する考え方は人それぞれです。結婚してもしなくてもいい、子供を持っても持たなくてもいい。家族という形にこだわらず、安心できる人と生きていけたらそれでいい。そんな風に考える人が確実に増えてきています。だからこそ、外国人として日本人と接するときも、
結婚してるの？子供は？家事はどっちがしてるの？といった常識的な質問が相手を困らせることもあるという点を知っておくと、もっと心地よい関係が築けるかもしれません。第3章、子育てと性別による役割分担の現実。日本では女性が仕事を辞めて子育てするのが普通。男性は育児に関わらないの？共働きなのにどうして家事や育児の負担は平等じゃないの？こうした疑問を持った外国人の方も多いと思います。この章では日本の家庭における子育てと性別分担の現実について、その背景や社会の意識の変化を分かりやすく見ていきましょう。子供ができたら女性が辞める浜田ある。日本では今でも出産したら女性が仕事を辞めるという考え方が根強く残っています。もちろん最近では共働きの家庭が増えていますが、保育園に子供を預けるのが大変、待機児童問題、会社が育休や時短勤務に協力的ではない。周囲の母親ならもっと子供と一緒にいるべきという空気。このような現実から女性が自分が辞めるべきかもと感じやすい環境が続いています。男性の育児参加はまだまだ少ない？法律的には男性も育児休暇・育休を取る権利があります。でも実際に取っている男性はごく一部です。なぜなら、育休取るの？出世に響くよと言われる。職場に前例がなくて申請しにくい、男が家で子供を見るなんてという古い価値観、こういった無言のプレッシャーが今でも多くの男性を動けなくしています。日本の現状データ。厚生労働省の調査によると、女性の育休取得率は約 85%、男性の育休取得率はまだ約 17%、ただし実際に数週間数ヶ月取得する人はもっと少ない。共働き家庭では家事・育児の約7割以上を女性が担当している。つまり、制度はあるけど実際は機能していないケースが多いのです。社会にある見えないルール、例えば日本の公園でよく見かけるのは、子供と一緒に遊ぶママ。子育てサークルの多くは母親中心、パパが来ると浮いてしまう空気、こういった無意識の性別役割が男性の育児参加を妨げ、女性の負担を当たり前にしてしまっています。母親たちのリアルな声、子育て中の母親たちは、こんな悩みをよく口にします。夫は手伝ってるつもり。でも手伝いじゃなくて共同作業にしてほしい。仕事と家事と育児、全部私一人で回してる気がする。母親なんだから当然って言われるのがつらい。つまり、頑張って当然の空気がお母さんたちを静かに追い込んでいるのです。優しさが逆にプレッシャーになることも、夫が君は子供といてくれた方が安心すると言ったり、義母が昔は私も一人で育てたからあなたもできるわよと言ったり。一見すると優しい言葉に見えますが、それは時に相手の選択肢を奪う言葉になってしまいます。外国人ができる気づきの一歩、日本に住んでいる外国人として、こんなことを意識してみましょう。子育て女性の仕事という考えを前提にしない。
育児をしている男性、女性どちらにもリスペクトを持つ話を聞くときは、こうすればいいじゃんではなく、それは大変だったね、と共感から始める。これだけでも相手の気持ちはぐっと軽くなります。まとめ、育児はチームプレー。日本では今、少しずつ育児は夫婦で協力するものという意識が広がっています。でも、まだまだ現場では、制度があっても使えない、周囲の目が気になる、母親ならできるでしょという思い込みといった課題がたくさん残っています。だからこそ私たち一人一人が、性別で役割を決めない、育児は一緒にやるものという価値観を持つことが、社会を少しずつ変えていく力になります。子育ては個人の問題ではありません。家族のこと、働き方のこと、そして社会の在り方そのものとつながっています。第4章、なぜ日本人は一人時間を大切にするのか？一人でご飯を食べるのは寂しいこと？休みの日に一人で出かけるなんて友達いないの？そう思ったことがある方もいるかもしれません。でも日本では一人の時間寂しいとは限りません。むしろ自分を整える大切な時間として積極的に一人時間を楽しむ人が増えています。この章では日本人が一人時間を好む背景やそこに込められた価値観を解説します。一人でいることネガティブじゃない。日本では例えば一人でラーメンを食べに行く、一人でカフェや居酒屋に入る、一人で映画や旅行を楽しむ、こうした行動は特別なことではありません。最近ではお一人様お一人様という言葉も一般的で、自分のペースで楽しむ大人のスタイルとしてポジティブに捉えられています。なぜ一人時間が大切にされるの？いくつかの理由があります。1、他人に迷惑をかけたくない。グループで動くと相手に合わせる必要がある。相手を気にしすぎて疲れてしまうに自分の世界を大切にしたい。趣味や考え事に集中する時間が欲しい。誰にも邪魔されず静かに過ごすのが心地いい。3、人との距離感を守る文化。無理に仲良くなろうとしない。近づきすぎず、でも離れすぎない。ちょうどいい関係が好き。つまり、日本人にとって一人はリセットするための時間でもあるのです。家族がいても自分の空間が必要。たとえ家族と一緒に住んでいても。自分だけの空間、静かな時間を求める人は多いです。例えば、お父さんはリビングより書斎にいる時間が長い。子供は部屋にこもって音楽を聴いたり、ゲームをしたり、ご飯の後はそれぞれの部屋で好きなことをする。これは家族仲が悪いのではなく、一緒にいながらそれぞれの時間も大切にするという考え方です。気を使いすぎる社会だからこそ、日本人は空気を読む文化が強いと言われます。常に相手の気持ちを考え、迷惑をかけないように動く。その分、人と一緒にいるときには神経をすり減らしていることも。だからこそ、一人になったとき、初めて心が落ち着く。自分の好きなことに集中できる。誰にも遠慮せずに呼吸ができる、そんな感覚を大ごとにしている人が多いのです。孤独と一人は違う。ここで大切なのは、
孤独、寂しさと一人、独立は違うということ。孤独誰にも関心を持たれず、つながりがない状態、一人自分の意思で選び、自由を楽しむ状態、日本人の一人時間は、自分を守るための時間なのです。外国人が理解すべきポイント。日本人の友達やパートナーが一人にさせてと言ったとき、それはあなたといたくないという意味ではありません。一人で考えたい、自分のリズムを取り戻したい、気を使わずにリラックスしたい、そんな気持ちの表れです。だから何か怒らせたかなと心配しすぎず、必要な時間なんだなと受け止めてみてください。まとめ、一人時間は日本人にとっての心のケア。日本では誰かとずっと一緒にいることが理想ではありません。それよりも必要な時に必要な距離を取る。近すぎず遠すぎない関係を保つ一人の時間でリセットしてまた人と向き合う。こういった大人の距離感が大切にされています。一人でいるかわいそうと思わずに日本人が持つ静かな強さを少しだけ覗いてみましょう。第5章、なぜ日本人はプライベートと公をきっちり分けるのか。日本で暮らしているとこんな場面に出会うことがあります。仕事中はすごく優しくてフレンドリーな人が休みの日に会ってもまるで知らない人のような態度だった。仲良くなったと思ってもそれ以上プライベートな話題に踏み込めない。嫌われたと感じることもあるかもしれません。でも実はそれは日本人が持つ公私をきちんと分ける文化が関係しているのです。仕事は仕事、私生活は私生活。日本人の多くは公害者や社会の場、私家庭や個人の時間とこの2つをはっきり分けて考える傾向があります。例えば職場の人とプライベートでは会わない、家族の話はあまり職場でしない、プライベートな質問にはうまく笑ってごまかす。これは相手に冷たいからではなく、相手の領域に入りすぎないようにという気遣いでもあります。なぜそこまで分けるの？日本社会には以下のような背景があります。1、空気を読む文化。相手が話したくないことを無理に聞くのは失礼だから最初から踏み込まない方が安全。2、自分の本音を簡単に見せない。家族や親しい友人には本音を話すが、職場や学校ではあえて仮面をつける。3、人前で感情を出さないのが美徳。悲しみや怒りもできるだけ見せないようにする。私的な感情を公の場に持ち込まないことが大人の態度、つまり公私を分ける大人のマナーという考え方があるのです。だからこそ関係が浅いようで深い。日本人同士の会話ではどこまで話していいかを常に探りながら進みます。初対面では敬語で距離を取る。話している内容は軽い雑談が多い。でもいざという時は助け合うし、本気で応援する。これは少しずつ信頼を築く関係とも言えるでしょう。プライベートを守るべき心の領域。日本人にとってプライベートな情報はとても大切なものです。だからいきなり家庭や恋人の話を聞かれると戸惑う。個人の価値観や考え方について聞かれると警戒する。
自分の本音を出すのは信頼できる人にだけという感覚が自然にあります。外国人としてどう接すればいい？まず大切なのは無理に踏み込まないことです。相手が話したくないことには無理に聞かない、プライベートな話をしてくれたらありがとうと伝える、自分のことを少しずつ話しながら様子を見る。また、日本人が話してくれないからといって心を開いてくれてないと感じる必要はありません。それは関係を大切にするための慎重さかもしれません。まとめ、公私を分ける大人の気遣い。日本人の文化ではプライベートとパブリックをはっきり分けることが相手に失礼をしないため、自分を守るため、良い関係を長く保つための方法として受け入れられています。あなたが日本人と関わるときは、なぜ踏み込んでこないのかではなく、なぜ丁寧に境界を保とうとしているのかと考えてみてください。その距離感の中には、日本人なりの優しさと深い思いやりがあるのです。第6章、外国人は本当のプライベート空間に入れるのか？日本人と仲良くなったと思ったのに、距離が縮まらない。何年も付き合ってるのに、家族の話はほとんど聞いたことがない。食事や仕事は一緒にするけど、心までは踏み込めない気がする。そう感じたことのある外国人はきっと少なくないと思います。今回は日本人のプライベートな領域に外国人がどうすれば自然に入り込めるのか、そのヒントを探ります。日本人の心のドアはそう簡単には開かない。日本人は一度仲良くなったら何でも話せるタイプではありません。たとえ何年も同じ職場で働いていても、プライベートな話題や本音を語るのはかなり慎重です。これは性格というより、文化の影響が大きいです。例えば、家族のこと、自分の深い部分だと考えている感情や価値観、簡単に表に出すものではない。自分の話よりも相手の空気を読むことを優先する。だからこそ、心のドアが開くまでには時間がかかるのです。信頼を築くには時間と一貫性が必要では、日本人が心を開くタイミングとはいつでしょう？それは長い時間をかけて相手が裏表のない人だと感じて、自分が安心して話せると思った時です。つまり1回や2回のいい人アピールでは意味がありません。この人はずっと変わらず誠実に接してくれると感じてもらうことで、少しずつ扉が開いていきます。本音が出るのは何でもない雑談の中。日本人は深い話をするときも会議や特別な場面で語るわけではありません。会社帰りの立ち話、昼休みにコンビニへ一緒に行ったとき、帰り道、なんとなく話し始めた瞬間、こういった日常の隙間でポロッと本音がこぼれることがよくあります。だからこそ特別な言葉より日々の何気ない関わりが大事なのです。聞く力が心の距離を縮める。もしあなたがたくさん話すタイプ、自分の意見をすぐ伝えたいタイプであれば、少し意識してみてください。日本人にとってちゃんと聞いてくれる人、安心できる人という印象があります。相手が話している時に
最後まで遮らずに聞く。否定せずに、そうなんだね、と受け止める。共感を言葉にして返す。例えば、それは大変だったね、など、こうした姿勢が、この人なら話しても大丈夫と思わせてくれるのです。信頼のサインは、ほんの小さな変化から、例えば、相手から予定を聞かれるようになった。名前ではなく、あだ名で呼ばれるようになった。ふとした時に、実はね、と話を始めた。これらは、あなたが外の人から仲間になった証拠かもしれません。でもそれは、親しくなろうと頑張った結果ではなく、自然体で接してきた時間の積み重ねから生まれるものです。まとめ、近づこうとしすぎないことが一番近づける方法。日本人の本当のプライベートに入るには、時間をかける、一貫して誠実でいる、相手のペースに合わせる、聞くことを大切にするというゆっくりで静かなアプローチが必要です。焦らなくて大丈夫。むしろ近づこうと思いすぎると、相手はそっと一歩下がってしまいます。近づかないことを信頼していることの表現になる場合もあるのが日本という文化。だからこそ距離感を大ごとにしながら、自然にそばにいることが最も深い関係につながるのです。第7章、日本人と深い関係を築くためのヒント。ここまで見てきたように、日本人との人間関係には独特の距離感や沈黙のルールがあります。では、外国人が日本人と本当の意味で深くつながるにはどうすればいいのでしょうか。この章では、信頼、共感、尊重の3つのキーワードをもとに、日本人と良い関係を築くためのヒントをお届けします。ポイント1コロン、結果より継続が大切。日本では一気に仲良くなることよりも、ずっと変わらずそばにいる人が信頼されます。毎日交わす挨拶、時々交わす小さな会話、自然体で接する態度。こうした日常の積み重ねが少しずつ相手の心を開いていきます。何か特別なことをしないと考えなくても大丈夫。大切なのは変わらない存在でいることです。ポイント2コロン、沈黙も会話の一部。日本人と話していると急に沈黙が訪れることがあります。でもその沈黙は気まずさではなく、考えている時間や安心している証拠のことも多いです。外国人の中には、沈黙を埋めようとして焦って話しすぎてしまう人もいますが、そんな時こそ一緒に静かにいられる関係を目指してみましょう。沈黙を怖がらず、安心できる間として受け止めることが大切です。ポイント3コロン、感謝と共感の言葉を大切に。日本人は感情を強く表現する文化ではありません。でも、その代わりにとても大切にしているのが、ありがとうございます。助かりました。おかげさまで。それは大変だったね。気持ちわかるよ。こうした共感のある言葉です。これらは関係を深める魔法のフレーズとも言えます。ポイント4コロン、無理に入ろうとしないが信頼につながる。もっと仲良くなりたい。相手のことをもっと知りたい。そう思う気持ちは大事ですが、無理に相手の心に入ろうとするほど逆効果になることもあります。
日本人は自然に関係が深まることを好みます。だからこそ相手が話してくれるまで待つ、話してくれたときはしっかり聞く、話してくれなかったとしても気にしない。そんな姿勢こそが、この人とは安心して付き合えると思わせてくれるのです。ポイント5コロン、一緒に何かをする中で育つ関係。日本人は言葉より共に過ごした時間に価値を置きます。一緒に食事をする、一緒に仕事やプロジェクトを頑張る、一緒にちょっとした趣味を楽しむ、そんな経験の中で、この人は信頼できる。この人とは自然に一緒にいられると感じるようになるのです。まとめ、焦らず、静かに少しずつ。日本人と深い関係を築くためには、特別な話題やスキルは必要ありません。大事なのは、沈黙も受け入れられること、小さな共感の言葉を重ねること、無理せず自然体でいること、一緒の時間を大切にすること、こうした積み重ねが、やがてあなたを本当の友達や信頼できる仲間として迎えてくれる日につながります。時間がかかることをネガティブに思わないでください。時間がかかった分、信頼はとても深く長く続くものになる。それが日本人との関係の一番素敵なところなのです。第8章、まとめ見えない距離の中にある日本人の優しさ。ここまで日本人の家庭、プライベート、距離感についてさまざまな視点から見てきました。なぜ家庭の話をあまりしないのか？結婚や育児に対するリアルな思い、一人の時間を大切にする文化、公と私をきっちり分ける理由。そして外国人が日本人の本音の世界に入るためのヒント。きっと共感できたことも驚いたこともあったと思います。距離を取るのは冷たさではなく優しさ。日本人と関わると壁がある、なかなか心を開いてくれないと感じることがあります。でもそれはあなたを拒絶しているわけではありません。相手に迷惑をかけたくない。相手の気持ちを大切にしたい。そう思うからこそ、あえて一歩引いて関係を築こうとする。それが日本人にとっての思いやりなのです。親しくなるには焦らなくていい。日本人との関係はすぐに深くなるものではありません。でもゆっくりと時間をかけて築いた関係はとても強く長く続くものになります。無理に踏み込まない、沈黙を怖がらない。小さな言葉や行動を大切にする、相手のペースを尊重する、そういった丁寧な積み重ねがあなたを信頼できる人として受け入れてくれるきっかけになります。あなた自身の文化も大切に、日本人の考え方を理解することは大切ですが、それと同時に、あなた自身の文化や価値観も大切にしてください。私の国ではこうすることが多い。私はこういうふうに考える。あなたはどう思う？こうした穏やかな対話が日本人にとっても新しい気づきになります。異文化の中で違うからこそ面白い。そんな関係が生まれると素敵ですね。次回予告パイプ第4週テーマ、なぜ日本人は孤独を好むのか？次回のテーマは、日本人と孤独の関係です。
なぜ人とつながることより一人でいることが好まれる？家族より会社、友達より距離感、そんな関係性の背景とは？高齢化と少子化の中で孤立と自立の境界線は？外国人が感じる日本の静かな孤独とどう向き合えばいい？現代の日本社会における寂しさの正体を優しく紐解いていきます。コメントであなたの声も聞かせてください。あなたが感じた日本人の距離感について、この動画を見て思ったこと、経験したこと、ぜひコメントで教えてください。あなたの体験や気づきがきっと誰かの安心や理解につながるはずです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。